オス日進月歩柴田正宏です。先生、オスです。先生、この間、はい。前田明さんと安江先生っていう学者さんと飯に行かれるっていうことを聞いてたんですけど、それ実現されたんですか？じゃあ飲みましたよ。あ、すごいっすね。今日はなんかその安江先生がはい。来てくれて、そうです。動画撮ってくれると。そうですね。なんていい人なんですか？なんか、はい、は本当にありがたいです。い。安江先生って合気道もやられてるんですか？合気道もやってます。へはい。ー。岡山のノートルダム女子学院っていうところで物理学の教授をされていて、合気道も一緒に教えられていると。やっぱ物理学の点からその合気道を述べられていたりとか、はい。まあ、ちょっとスピリチュアル寄りのはい。合気道の発言をされていたりとへか、ー。佐川先生っていうすごい有名な大統領の先生がいるんですけども、はまあ、その人を間近で見ていたりとい。へか、ー。もう本当にいろんな経歴があり、はで、合気道の本、多分一番出してるんですよね、安江先生が。合気道をいろんな視点でこう書いた本があるので、あ、そうなんですね。はい、その謎を知っていきたいと思っている。なるほど。いろいろお話聞いていきたいですね。そうですね。ちなみに僕は安江先生から10年前ぐらいに教わってるんですよ。え、増田先生がですか？そうですね。合気道を？はい。養親館に行った時に、はい。でもやっぱ結構愛とか相手を愛するんだよっていうことを語られていたので、で、まあた本を読んでいくと合気道には宗教性は欠かせないとかそういったことも書かれていたので、やっぱそこを知りたいですよね。あ、そうですね。うん。やっぱ関係あるんだっていうね。うん。面白い。いや、もうちょっと聞いていきましょ聞いていきましょう。お願いしまう。す。です。こんにちは。道場にやってきました。安江先生です。安江先生、ありがとうございます。来ていただいたんですね、本当に。いや、本当に正弘先生のためなら喜んでる。いやいや、すごいな。うちの先生すごかったですね。そうですよ。じゃあ早速なんですけど、先生物理学者じゃないですか。はい、物理学者です。で、その物理学者としての合気道に対するアプローチの仕方というか、合気道への解釈の仕方っていうのをちょっと今日お聞かせいただきたいなと思ってるんですけども。いいですね。物理学的に合気道を分析するときにね、物理学って言ってもいろんな分野があるんですよ。だから普通ね、そのスポーツとか武道、格闘技を、物理学で解明するっていう時は力の学と書いて力学っていう学問の、一部を使うわけですね。これは常識的、いわゆるてこの原理とか小学校高学年ぐらいで習うあんなものとかを使うのが力学。ただね、それだけでおそらくね、他の武道格闘技であればその力学だけで十分なのよ。ところがね、合気道は非常に特殊で、成り立ちから何からね、合気道の場合力学だけじゃ説明できない現象が多いので、そうなんですね。その場合じゃあ物理学は全く役に立たないのかというとそうじゃなくてね、物理学の中に例えば精神物理学とか生物物理学っていう分野があるんですよ。精神物理学っていう名前は今あんまり使わなくて、今現代は心理学とかね、生理心理学とかそういう名前で呼ばれる、いわゆる脳神経の働きを物理学の観点で見ると。それから、あとはね、生物物理学っていうのは生き物の細胞が普通の生物学で見るような博物学的な研究じゃなくって、例えば電磁場とかさまざまな外界の環境の物理学的な要因のもとで脳神経組織がどう動くのかとかどう反応するのかとか、あるいは時間がどのぐらい必要なのかとか、そういう研究をする分野もあると。だからそこを使わないと合気道の場合は理解できないっていうのもあるし、さらにもっと進むと、例えばこれは合気道の前身の大東流合気柔術の佐川先生っていうね、すごい先生いらっしゃったんだけども、佐川先生の晩年の技なんかはね、あるいはその弟弟子であった上柴森平先生、合気道の創始者の晩年の技はね、もうなんていうの、ほとんど触るか触らないかぐらいで、もちろん塩田剛三先生もそうだったし、相手倒れるんですよ。
じゃあそれは相手の脳神経に作用させてるのかというとそうでもない場合もあって、それはね相手と自分が存在してるこの空間を変容させると。出た。はい、そこまでやってる場合もあるんですね。だからそれ安井先生言われてましたよね。はい、演舞でそれやっていただいてましたよね。はい、動画で見ました。あ、そう、はい、そうなんですよ。だからね、例えば100キロ超える人ね、130キロ、150キロ、僕今まで持ち上げた中で一番重かったのは150キロの方でしたけど、150を持ち上げれたってことですか？片手でねあちらは全体重乗せて抑え込んでくるのを、力じゃ無理ですよ、で脳神経を麻痺させたって無理です、もう相手が存在してる空間を変えなきゃダメなんです、でそうするともう軽々と上がって、その持ち上げた手で文字も書けるんですね。まあそんなこともできる、だからそれも実は物理学の中の空間の微細構造を研究することで可能にはなると。だから合気道っていうのは本当に単なる格闘技をまた超えてるんですよ。そこがいいんですよね。そこがおそらくね、正弘先生がおじいちゃんのね塩田剛三先生のなんていうのお気持ちがね、多分この辺にこの辺の空間にね、こびりついてるんですよ。それで今動かされてらっしゃる。なるほど、受け継いでるというかこびりついてるんですね。こびりついてる空間に、よくあるでしょ、ほら、例えばトイレにねこう入ってて、なんかいいこと思いついたとかなんか思い出したっていう時に、トイレから出てしまうとあれなんだ忘れちゃう、で必死で思い出そうとするんだけど思い出せない、でもそうだもう一回元に戻ってと言ってそのトイレに戻ってしゃがんでみると思い出せる、つまりね人間の本質的な記憶、つまり魂に属するような記憶ってのは空間にあるんです、空間に、我々の脳とかにはないんですよ。これはね、どこの脳の部分を活性化させたら何がどうなるっていうことを世界で初めて見つけたカナダ人の脳外科の、ペンフィールド先生って方がいて、もちろんノーベル賞を受賞されてます。だから例えば頭を頭蓋骨開いて、もちろん全く麻酔なしで電気刺激与えて、今何が見えますとか、この辺つつくとなんか右手が上がるとか、そういうことを全部研究なさって脳の地図を書いたんです。どこに何が記憶されて何とどういう動きと連携してるかというのを、でその先生が結局一生かけて人間の心はどこにあるかを探しまくって、結局ご自分が亡くなった時のお墓にね、結局心は脳にはなかったと書かれる。うわー、ちょっと鳥肌立ちましたね今、だからいわゆる魂、我々は霊魂、霊とか魂と呼んでるもの、それ実は空間にあるんです。空間に。だからもう今ね、ここに剛三先生、塩田剛三先生が本当にいらっしゃるわけですよ。だから今頑張って動かされて、でその例えば空間にあるっておっしゃるんであれば、すごい共有できるというか。そうなんですよ。だから合気道の技が、だからね、本当は力学とか生物物理学、精神物理学の順番にご説明しようと思ったんだけど、実はそんなものは誰でもちょっと勉強すればできることで、それよりも誰でもじゃないんでしょうけど、その空間がポイントというところにね、今ちょうど共有という話してくださったでしょ、まさにそうなんですよ。例えばね、相手をちょっとサンプルとしてね、ちょっと大きい体の大きい重い人を連れてきました、めちゃくちゃ強そうな方に来ましたよ、で体重何キロあるの？今80弱ですね。まだ80か、でね、例えば彼を、持ち上げてみましょう。早速絶対にもうちょっとこっちみんなにね、こうやってね、意地の悪い押さえ方されてもう上からね、全体重かけて、こっちほら絶対
ほら、はい。ぐやったってずるほらダメでしょ。はいは無理なわけですよ。いはね。でそこで現象としてはね、い。は彼のい。は頭から体、背中包んでるここに空間があるでしょ。い。は空間。い。は空間を僕の友達にするんですよ。い。おっと。ほらもう今友達になあ、っもうですか。始まってるんですか。もちろん友達になった途端にこうですよ。えちょっと待ってください。やばいやばい。服部さん、いつから変わるんですか。僕がだから友達にしたという時言った時からですか。うんどんな体感というか。は抜ける感じがしますね。僕が、は上の方に抜ける感じです。あ、ふわーみたいな。そう UFO に連れ去られる。そう実は上からのつまり地球に引っ張られてるって思ってるのはその上の方の空間がこっちに押してるんですけど、そういう作用をしてるの。はい。重力で重力も空間に作用してるんです。ああ、なるほどなるほど。アインシュタインの一般相対性理論で分かってるように、実は空間がそういう性質を持つわけです。重力によって。はだから地球の重力がこの辺の空間にそういう性質を与えて、だからみんな我々下に押されて、はでその性質をちょっとやめてくれと。い。はい。いや、やめてくれって言われてやめてもらえるもんなんですか。いやでね、はいでその時に実はなんでこれを先にご説明をしようと思ったのかというと、はいさっき共有とか言われたでしょ、空間の共有。はい。空間の共有、実はねそこなんです、ポイントは。僕がいくら空間にね人間安江邦夫が個人的にこの方の上の空間に友達になってよ、俺助けてよって言ったところで無理でしょ。ああ、そうですよね。あるいは気持ちの中で、あるいは神社とか教会に行って祈るようにお願いしますって言ったって無駄でしあょ。あ、はね、だからこそ、い。は共有が必要。つまり僕の周囲も僕も空間の中にいるわけですい。いらっしゃいます。ね、皆さんも、はね、この僕のこの空間とこちらの方の周りの空間、これってつながってんですよ。空間として一つながってるんですよね。はだから実は共有してるんです。い。ああ。相手と自分はこの空間を共有してるんです。確かにですね。はい。はい。そこが唯一のつながりなんですあ。あ、はなのでまずは自分が存在させてもらってる自分がいるとこの空間い。はい。にまずはもう友達に日頃からなってもらってるんですよ。あ、馴染んでもらってなるほど。馴染んでもらってはい。まずは。まずは、はでそうすると空間はもう一つ同じものだい。一つからながりだから。は相手とも共有してるもんだからい。はだからこっちの味方になってくれる。い。ちょっともう物理学ですかこれは。実は物理学なんです。世界で最初には空間について物理学者で議論し始めたのはドイツのリーマンっていう数学の数学者。です、はでそれを受けて次にアインシュタインがは空間についてで相対性理論を見つけて、一般相対性理論で空間が曲がることで重力が発生すると、そういうことに結論する。はい。でもそれはこの辺のところのあるいはもっと細かいところとか素粒子の世界とかには及ばない理論だったんですが、はいそこを日本で最初にノーベル賞を取られた湯川秀樹先生が、はい。やっぱり空間のことを研究しなきゃというんで空間の微細構造どうなってんだろうということで素領域理論というのを考えて、実は泡のようになってるんですよ、空間は。空間が。は泡がいっぱい石鹸の泡がこうなって、モコモコモコみたいな。モコモコはそれがこの空間宇宙空間なんだと。い。へえ。でその一つ一つの泡は小さいんですよ。もう本当に素粒子が1個入るか 2個入る程度のものがこの辺にある、はでも泡の石鹸の液の白い部分ね、い。はい。あれ一つつながってるでしょ。そうですね。という意味でつながってるんですよ。ああ。ここにいっぱい透明な泡がいっぱい塊が、はここにもあるし、こっちにもあるしその間にもある、い。はでその泡の石鹸の白い液のようなものを通して共有してるんですよ。い。
そこに作用を。そうよ、そうはあだからそこに直接この辺の泡に直接は僕は作用できないので、はい僕の周りの泡に作用、まずは日頃から、はだから日頃が大事なんですよ。へ日頃無造作にね、はい適当に動いてちゃダメで、はよろしくお願いしますっていう感じで、だから僕車に乗る時もドア開けて運転席に乗る時は運転席の空間によろしくって言って座るわけです。い。へえ。だから新しく入る場所はそこお願い、まあ手までは合わさないけど、はちゃんと心で友達になるようにはいそこに進むんですよ。いはい。はあ。そうするとね、はいまるっきり違うわけ。違うっていうのは何が違うんですか？だからこういうことが起きる。ああ。だからね、はいもう一回でしかも体重乗せますよね、向こうははい、ね、体重、は体重乗せてる。だから本当にほらもうびくともしない。まあ無理ですねもう無理ですよ、はいこれねい。。はだからこれは普通の状態です。僕何もしてい。ません。はで、僕が個人的に意識で、はい自我意識で空間に対してはい何とかしてよって思います。今必死で、はい思ったたってどうにもなんないんい。です。ああ、はでそこでね、僕が僕の周りの空間にニコッとします。い。はい。そしたらもうつながってるので、はい。ももうなってるんですよ。う、なってますか？もうだって服部さんなられてるんですか？はい、手が震えますほら、危ない危ない。はあ。これがだから、はい本当のところのは大統領の佐川幸恵先生の晩年、い。ああ。それから合気道創始者の上柴森平先生の晩年、は塩田剛三先生の晩年の技で、い。はでも合気道、まあ、これを僕は究極の合気い。はと呼んでるんい。ですあ、なるほど。けども、先生なる。はただ合気という文字というか用語を知らないでい。いっぱい武道家格闘家の先生方いらっしゃる、あるいは武道家でない先生方もいらっしゃる。でも実際にやられてるんですよ。行くと分かるんですよ。あ幸いずっとほら空間をそうやって触ることをね、もう捉え何年も続けらやってるかれてるからそういう先生のそばによると分かるんですよ。あなんかよく背筋がこうゾッとするとか言うでしょ。言いますね。なんか幽霊がの話、はあんな感じで分かるんですよ。だから例えば忍者の初見先生、ああ、はもうすごいですよ。い。初見先生ははもうまさに同じですよ。実際にそうかなと思って、直接お伺いしたかったんだけども、うん今ちょっとお体、ね、あー悪いので、はいでも幸いね、うちの道場に初見先生のお弟子さんがお二人来られてへて、え。ちょっと聞いてみたんですよ。はいや、その初見先生も同じようなことをなさってると思うんだけど、聞いたことないって言ったら、お一人がね、いや、確かに初見先生のすごい技、FBI のアメリカ人のこんなのパンパンやって、はいなぜあんなことができるんですかと伺ったら、簡単なことだよ。相手を空間に預けちゃうんだ。ちゃんと空間って言葉が出たんですって。初見先生の口からも出たと。空間に預けて空間にやっちゃえば簡単なことだよ。投げてるんじゃないんですないね。空間に預けられてる。すごっ。そうだからこそ、じゃあ日頃から空間と親しくする、空間に友達になってもらえるには何をすればいいのかっていうところはい、にね、知りたい。そこに実はというものが出てくるんですよ。はあ、はい。